模活時間の記録 Vlog。今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー336三国伝先人決闘編南方騎馬隊。今回は塗装パートその2。前回の兵士編に続き無塗装で組み立てたパーツをフリーハンド筆塗りアスラ騎馬編です。塗装の様子をハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。まずはベース塗装です。色分けする箇所に下地を塗っていきます。今回使ったのはパレホのモデルカラーでライトフレッシュ。かなり白に近いフレッシュカラー。水で溶いて薄めながら塗っていきます。ひと手間ですが、この下地があるないではこの後の塗装効率が違ってくるので、漏れなくしっかり塗っていきます。マットな塗膜が表面に作れるので、色分けの色のりが良くなるのと、塗る箇所の目印になるので、作業がしやすくなります。三国伝は BB 戦士20周年記念作品で、古代中国をモチーフとしたミリシャを舞台に、歴代ガンダムシリーズに登場したモビルスーツたちがキャラクターとなり、群雄割拠の戦乱を繰り広げる物語です。今回のキットの先人決闘編はその第3部にあたります。三国志の出来事を元にしつつ、SD ガンダム恒例の光と闇の戦いをテーマとするほぼオリジナルなストーリーが展開されています。色分け最初は赤色です。牙のたてがみの部分、尻尾、バグ、クラニ、ゲームカラーのブラッディレッドです。鮮やかな赤カラー、適度な粘性で扱いやすく、下地も効いて一発で色が乗っていきました。極力均一なペイントができるように、シタデルカラーテクニカルのラーミアンメリウムという溶剤塗料を使って塗りました。筆で塗りに行って引っかいてしまうと色ムラになりやすいので、毛の先端で叩くようなイメージで色をのせました。3色の色分けで単純作業も続くので、馬つながりで戦国伝で騎馬が登場したキットを振り返り、ナンバー23武者ゼータガンダム、ナンバー54 2代目小ガンダム、ナンバー56剣心ガンダム、ナンバー97白竜ガンダム、ナンバー98青竜ガンダム、ナンバー99赤竜ガンダム、ナンバー271疾風剣豪ゼータ、ナンバー332上杉剣心ガンダム。当初は武者ゼータ関連のキット、そして三国伝のルーツでもある地上最強編第1章のキットです。シタデルカラーのベースキャリバングリーンです。ひづめの部分やバグの箇所、濃い緑色。緑は総じて隠蔽力には課題のあるカラーですが、この塗料は優秀です。凹凸があって塗りにくいところもありますが、水分を適当に調整しながら色をのせていきました。塗料は水性アクリルのパレホを基本に、シタデルカラーを要所で使ってペイントをしました。オール筆塗りで色付けをしていきました。今回の塗装で使用した塗料はこちら。このパートで塗装に要した時間は約60分でした。塗装後のパーツは水性トップコート、艶消しを吹きかけて乾燥させて完成。色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。このパートではペイントしたアスラ騎馬を組み立てます。後ろ足を接続しました。前足を左右順に取り付けていきます。兵士と合わせて。まずはアスラ騎馬のフロントビューからリアビューがこちら。そして兵士とともに。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー336三国伝先人決闘編のキット南方騎馬隊塗装パートその2アスラ騎馬編南方騎馬隊が完成しました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほど
よろしくお願いします。